にちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は甘くて酸っぱくてピリッと辛い春雨サラダバンサンスーを作ります。材料はこちらです。それでは早速作りましょう。最初にタレを作ります。まず砂糖ですね。それからだし醤油ですね。3倍希釈のだし醤油になります。でこれがお酢ですね。であとごま油で、こちら豆板醤なんですけれども、豆板醤はちょっと辛みが強いので、辛いのが苦手な方やお子様と一緒に食べる方はこのまま抜くだけで大丈夫です。これをよく混ぜます。こんな感じでよく混ざったらこのまま火にかけていきます。でこのように中火で加熱しながら1回沸騰させます。でなぜ加熱するかという理由なんですけれども、2つありまして、1つにはお酢をまろやかにする、全体の味の馴染みが良くなるということですね。でもう1つは作り置きのおかずとしても中華風サラダって置いておけるんですね。でその持ちを良くするために調味料の方も加熱しておくっていうことですね。でこのまま1回沸騰したら火を止めます。全体的に温まってきて、こんな感じで沸騰していきましたよね。沸騰したらもうすぐ止めて大丈夫です。こちらのタレは混ぜるまでに完全に冷まさなければいけないので、このまま置いておきます。次に野菜を切っていきます。最初に人参を切るんですが、包丁で切ってもいいんですけれども、手軽なので私はスライサーを使おうと思います。こんな感じですね。太めの人参の約2分の1本分でこれぐらいの量になります。次にきゅうり切ります。きゅうりも細切りにしていきます。最初にこんな感じの厚さに切って、それを細く切っていきます。でこうやって並べたらこれで切っていきます。これぐらいの細さ、太さですね。では次にハムを切ります。ハムは重ねたまんまでいいんですけど、こんな感じで半分に切って、それを薄く切っていきます。こんなぐらいですね。こんな感じで切りました。でこれで全部の具材を切り終わりました。次に春雨を茹でます。沸騰したお湯で茹でるんですけれども、茹で時間とかは春雨の袋に表記があると思うので、その袋の表記通りに茹でてください。今日私が使っている春雨はバリエーションの春雨なんですけれども、よく見かけるのが緑豆春雨、緑の豆の春雨って書いてあるやつですね。それから中国料理に使うような春雨とか、韓国料理でよく使うグレーみたいな色をした春雨とか、素材によって春雨もいろいろあるんですね。素材によってやっぱり食感とかが違ってくるので、好みのものを使っていただいて大丈夫です。ちなみに緑豆春雨は結構茹でても歯ごたえが残っていて、調理した後も伸びないので、そういう面ではいいかなと思いますが、今日の中華風サラダだとツルツル感を大事にしたかったので、バリエーションの春雨を使っています。春雨は割とくっつきやすいので、できたら茹でながら少しちょっとお箸で
様子を見ながら茹でてあげるといいと思います。だんだん茹で上がってくると分かりますかね、こんな感じでバレーショでんぷんの春雨ってツルツルした見た目なんですよね。時間になったので火を止めます。で今日はこの春雨を茹でたお湯でそのまま具材も茹でていくので、春雨だけ抜くようにしてお湯は捨てないでおきます。流水ですっかり冷ましたので、このまま水を切って置いておきます。先ほど春雨を茹でたお湯をまたそのまま使うので、火をつけて再度沸騰させています。でお湯が沸騰してきたら先ほど切った野菜を全部入れてしまいます。で野菜を入れると温度が下がるので、一回こうちょっと沸騰が落ち着くんですけれども、これがもう一度沸騰したらもうすぐ火を止めます。サラダなので人参もきゅうりももちろんハムも火を通さなくても食べれる具材なので、面倒だったりあるいはすぐ食べきってしまう方はお湯を通すっていうことをしなくてもいいんですね。ただ火を通した方が日持ちが良くなるので、こうやってさっとですが加熱をするようにしています。こうやって沸騰したらもうすぐ火を止めて大丈夫です。火の通った野菜はすぐに水でさらして冷まします。でこれで完全に冷えたので大丈夫です。人参は一番火が通りにくい具材なんですけれども、火を通して煮るためにやってるわけではないので、こんな感じでちょっとしんなりする程度で大丈夫です。最初に茹でた春雨はしっかりとお水を切ってボウルに先に入れてあります。で次にお野菜を絞っていきます。しっかりぎゅっとお水を切ってこちらに入れて混ぜていくんですけど、お野菜の水気が残っていると味付けのタレと絡めた時に味が薄くなってしまって美味しくなくなってしまうので、しっかりと水気は切っていきます。ちょっとずつでいいのでぎゅーっと絞ってくださいね。こんな感じです。具材が全部揃ったので、ここに先ほど作って冷やしておいたタレを絡めて混ぜていきます。春雨がくっついていたりするので、よくほぐしながら混ぜていきます。これでよく春雨と具材とタレが混ざったので、最後にいりごまを振っていきます。ごまも一緒に混ぜてあげます。これで全体がよく混ざって出来上がりです。あとは冷蔵庫でよく冷やして冷えたら食べ頃になります。今日は中華風の春雨サラダバンサンスーを作ってみました。作り置きとしてもいいように、今日の分量でいくと1人用のこのサラダと15センチ ×15 センチの器に結構いっぱいできますよ。手間もそんなにかからないし、材料も自宅にあるようなもので簡単に作れるので、ぜひ作ってみてほしいと思います。作り方のコツの中に切った野菜を湯がくっていうのがあったと思うんですね。で普通サラダに混ぜ込むきゅうりなんかは切った後に塩を振っ
て揉んでギュッと水気を絞るとかっていう手間があると思うんですけど、茹でることによってその手間を抜けるっていうことと、作り置きってどうしても傷みやすいっていうものを考えなきゃいけないので、野菜に一回火を通すっていうことがすごく大事なんですね。そういうことをすることによって安心して何日間かは食べていけるっていうような状態で作ってみました。冷蔵庫保存をするということで、目安は 3,4 日で食べきるということでお願いします。それではちょっと味見をしてみますね。で、今日はこんな感じで冷凍のチンするチャーハンと、もうインスタント的にすぐ作ったラーメン屋さんでよくチャーハンについて作るようなスープと、あとこちらバンサンスーですね。これで食べてみます。本当に春雨がもちもちっとしてて美味しそうです。春雨がすごくもちもちしているのと、あと野菜が意外に歯ごたえが残ってるんですね。ぐつぐつ煮てるわけじゃないので、人参もきゅうりも野菜そのものの風味も味もあってとっても美味しいです。で、今日は豆板醤を入れてるんですけれども、小さいお子さんと一緒に食べるとか辛いのがちょっと苦手だなっていう方は、豆板醤を抜くだけで調味料はレシピの通りで大丈夫ですので、ぜひ作ってみていただきたいと思います。とっても美味しいですよ。ということで今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。